ティーチの母の要望が明らかに。ゴッドバレー対戦の新バージョンが登場。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1160話情報が公開されました。タイトルはゴッドバレー事件です。鬼の子ヤマトの金稲荷第3ボル42花の都城のおでんの祠に立つヤマト。この話は前回の続きから始まる。司会者はデイビー一族のメンバーを8から9人ほど壇上に連れてくる。幼いティーチと彼の母親がそのうちの2人で、ティーチの母はロビン・オルビアにかなり似ているが髪は乱れている。デイビー一族の男が2人、とても大柄だ。観客席の天竜人たちは激高し、デイビー一族の奴隷めがけてナイフや斧を投げ、デイビー一族は卑しい血筋だと罵る。中には、お前たちもバッカニアだろうと吐き捨てる天竜人もいたが、今話では重要人物がその情報を裏付ける描写はない。幼いティーチは観客の天竜人たちを見て怯え、母親は投げられるものから彼を守ろうとする。司会者は天竜人を止めようとし、もしステージで奴隷が死んだら処罰されると告げる場面もある。商品贈呈が終わり、ハンティングゲームが始まる。多くのページで天竜人と神の騎士団がゴッドバレーで人々を殺している場面が描かれる。ドラゴンはバーソロミュークマとエンポリオイワンコフが話しているのを見つけ、天竜人が熊に向けて発砲しようとしているのを見たため、その天竜人を先に撃って熊を救う。そして圧巻の見開き、ロックス海賊団のゴッドバレー到着が描かれる。この場面は第1096話で見た場面の直前にあたる。ロックス海賊団は芍薬をどう救出するかで口論している。よく聞け、いいか諸君。ここには芍薬も宝物も悪魔の実もある。うちは揉めしてどうするんだ？まずは協力しよう。島を出たらちゃんと分ける、いいな？芍薬をどうやって分けるってんだ？当然、最も助けたやつに惚れるだろう。その通りだ。お前らみんな近づくんじゃねえ。違う、芍薬は結局最も宝を手にしたやつに惚れるんだ。好きにしろ。俺はただ友として彼女を助けるだけだ。とはいえ、彼女が俺に惚れてくれても構わないがな。なんだって？ニューゲート、今何言ったんだ？もし私が芍薬を救えば、ロジャーが感謝してくれるかもしれないけど、王直は島に残っていて、誰もバーに入ることを禁じている。なんてバカばかりだ。たとえ明日世界が終わろうとも、芍薬はお前らの誰にも振り向かないよ。リンリン、お前、本気で俺に悪魔の実をくれるのか？ロックス海賊団の到来で生じた混乱の中、ドラゴンは双子の赤ん坊を救出することに成功する。続いて、ロジャー海賊団のゴッドバレー到着の場面が描かれる。これは第1096話で見た場面の直後だ。ロジャーは芍薬を救うと言い、仲間たちに宝を取りに行けと命じる。しかし、ロジャー海賊団はロジャーを踏み倒し、まず芍薬を取り戻しに行ってしまう。その後、神の騎士団の紹介がある。第1096話で見たのと同じ場面が、今回は見開き1ページ分に拡大されている。第1096話で見えた神の騎士団に加えて、新たに2名のメンバーが確認できる。1人目は角と翼を持つイエティのような巨大な生物だ。2人目は角があり、鋭い牙と黒白の乱れた髪を持つ大柄な女性で、サングラスをかけ葉巻を吹かしている。この女性はキリンガムに非常によく似ているが、関連があるかどうかはまだ不明だ。ゴッドバレーの海軍は四方から押し寄せる海賊たちを全て食い止めることができなかった。しかしこの話の最後は、ガープ艦隊のゴッドバレー到着を描いたもう一つの壮大な見開きで締められる。ガープは艦上からげんこつ隕石を放って数名の海賊を攻撃し、島の海兵たちは増援到着に涙を流す。ルフィの母はアマゾンリリーの先代女帝トリトマなのではないか？近頃、その可能性を指して係が増えているように見える。まず、ロックス時代から現在に至るまで、アマゾンリリーは4代の女帝を経ている。現在までにグロリオーサ、芍薬、そして現女帝が恋煩いに陥った理由は明らかになっているが、先代女帝トリトマだけは未だ謎に包まれている。4人の女帝のうち、病で亡くなったのは彼女だけである。トリトマは現時点でわずか2コマしか登場していないにもかかわらず、ルフィと微妙に結びつく伏線が5つ確認できる。1つ目はトリトマという名前とその花言葉についてだ。アマゾンリリーの住民はそれぞれ代表する花を持ち、その性格は花言葉と高い一致を見せる。例えばマーガレットはデイジーを代表し、花言葉は天真純潔片思いである。
一方、鳥トマの花言葉は情熱、光、思いの苦しみだ。さらに興味深いのは、鳥トマの見た目、上部が赤、下部が黄がちょうどルフィの身につける2色の鮮やかな組み合わせ、つまり麦わら帽子の配色と一致する点である。2つ目は最も直感的な要望だ。ワンピースの女性キャラの多くは大まかにナミ顔かロビン顔に分類される傾向があるが、鳥トマは意外にもルフィ顔をしており、その笑顔はルフィに驚くほど似ている。性別を入れ替えたルフィの姿をオダが SBS でネタ絵として描いたものとやや重なる印象がある。成人した姿であっても鳥トマの花付き質はどこか特別だ。3つ目はアマゾンリリーの歴代女帝たちの目利きの良さだ。グロリオーサはかつて旧ヘビ海賊団の船長としてロジャーを好み、シャク役は副船長としてレイリーを好んだ。気づくだろうか、船長は船長を、副船長は副船長を好むという対称性が働いている。現女帝がルフィを好んでいることを踏まえると、鳥トマが惚れていた相手もまた大物で一国の長であった可能性が高い。4つ目は数の伏線である。オダは数字遊びを好み、番号や誕生日、語呂合わせで伏線を張ることが多い。例えばゾロやサンジの懸賞金額がそれぞれ誕生日を示している例がある。ルフィにしばしば現れる数字56はゴムの語呂合わせだが、鳥トマの字価と紙の流れがちょうど56という数字を形成しているという指摘がある。偶然が一つならまだしも、2つの箇所で同じ数字が正確に現れ、しかもそれがルフィの象徴的な数字と一致するのは興味深い。加えて、第1156話の限られた2コマにおいて、鳥トマの口の形がアルファベットの D に似ているという観察もある。ややこじつけめいているものの、数字による伏線の一致を無視するのは難しい。5つ目は時間軸の整合性である。42年前にグロリオーサの船にいた頃、鳥トマはまだ10代前半程度だったと推定されるが、これは現在55歳のモンキー D ドラゴンの年齢とよく一致する。22年前、ドラゴンはベガパンクと面会した際、まだ自ら率いる自由軍の長であり、軍を組織して世界を変えようとしていた。その後、自由軍はやがて現在の革命軍へと発展していった。この時期は、鳥トマの在位時期、ルフィの出生、そしてハンコックが奴隷として連れ去られた年代と重なっている。したがって、時間軸をつなげると物語はこうなる可能性がある。19年前、ドラゴンと鳥トマの間にルフィが生まれたが、ドラゴンは革命事業に没頭しており家庭に構う余裕がなかったため、ルフィはガープに預けられた。同じく19年前にハンコックが奴隷として連れ去られ、鳥トマはアマゾンリリーの存続と未来を案じて海へ出ることができなかった。その後、2人は離れ離れになり、鳥トマは長年にわたり恋煩いに苦しみ、数年前に亡くなった。このように、鳥トマに見られる複数の象徴、癒しの笑顔、耳の毛の間に現れる56、D に似た口、鳥トマのような赤と木の配色、そして黒い髪など、Yずれもルフィの影を形作っているかのように見える。オダはかつて、母親と冒険は反義語だと強調し、ルフィの母親をワンピースの物語に実体として登場させるつもりはないと述べているが、それでももしルフィの母の姿を具体化するとしたら、おそらく鳥トマのような姿になるのではないだろうか。ワンピース第1話で、シャンクスはルフィを救うために近海の主に左腕を噛み千切られた。そして連載第1152話において、小田栄一郎は一見何気ない風呂のシーンを通じて、非常に明確な暗示を読者に与えた。その千切られた左腕には、実は特殊な印があったということを。この印は以前、神の騎士団の腕の衣服に現れた印と類似している。シャンクスが聖地マリージョアに戻った経緯と合わせて、彼の身元に関する最初の鍵となる情報を推測できる。シャンクスの父であるフィガーランド・ガーリング星は、ゴールディ・ロジャーの海賊団解散後、シャンクスを見つけ出し聖地へ連れ帰った。ガーリング星はシャンクスにアニシャムロックと同じく、神の騎士団へ加入させ、フィガーランド家の栄光を継がせようとした。かつて神の谷事件で、シャンクスは宝箱に紛れてロジャー一行に連れ去られた。ガーリング星はおそらく早くからシャンクスを取り戻そうとしたが叶わず、彼の運命はこうして変わった。天竜人の中でも傑物ガーリング星の子として、シャンクスは本来輝かしい未来を持っていた兄のように強大な能力を得て、神の騎士団に入るはずだった。しかし彼は最終的に自由な海賊として当時最強の海賊団と共に世界を旅し、海賊の敵である海軍と世界政府がどんな組織かを痛感した。
想像に難くない海賊シャンクスが聖地へ連れ戻され、自らが最も嫌悪するあの種の人間へ変わるよう強制された時の彼の心中のもどかしさを。シャンクスの聖地滞在経験はおそらくサンジがジェルマ66に戻った状況に似ている。嫌悪する家族とその所業を目の当たりにし、神の騎士団と聖地マリージョアの秘密をそこで知ったのだ。オダはおそらくこのシャンクスの聖地帰還エピソードをハラルドの物語ラインに織り交ぜて描くだろう。二人は聖地で交わりがあったからだ。これは極めて重要な手がかりであり、当時ハラルドが世界政府と深く結びついていたことを示している。時期はおよそロジャー死後からシャンクスが赤髪海賊団を結成する前まで。約2年間、シャンクスは聖地で生活し、一時的に天竜人となり、その際に腕に印を刻まれた。自発的か否かにかかわらず、ガーリング星はシャンクスを神の騎士に育て上げようとした。神の騎士団には厳格な選抜プロセスがあり、訓練期間中の見習い騎士と医務の力を得た正式騎士の区別があると推測される。天竜人が3年ごとに行う人間狩りゲームは、おそらく神の騎士団の選抜試験だ。優勝者は強大な悪魔の実を得られるだけでなく、騎士団の幹部へ昇格できる。当時のシャンクスの実力では、おそらく当時のサンジのように、はるかに強力な怪物たちと数多く遭遇しただろう。この仮説が成立するなら、あの陰自体に実質的な力はなく、正式騎士にならなければシャンクスは自由のままでいられたことを意味する。この一連の物語は、間もなく回想編で明らかになると信じている。では、第1152話のホットトピックに戻ろう。オダはシャンクスの弾丸という伏線を回収したと言えるか？第1152話公開後、シャンクスはイムと神の騎士団の支配から逃れるため、意図的に近海の主に腕を噛み千切りらせたという見解が現れた。この説は一丁魅力的だが、完全に論理の破綻をきたしている。考えてみよ、神の騎士が不死身なら、体が吹き飛ぼうが重傷を負おうが即座に再生する、腕の印を除去するだけで、その能力が破れるなら、弱点が明らかすぎる。これはいかがなる攻撃でも死なないという設定そのものと矛盾する。さらに、仮に陰の除去で支配から逃れられるとしても、シャンクスがそんな危険な方法を取る必要はない。自ら腕を切り落とす方が、近海の主を利用するより安全だったはずだ。ましてや彼には仲間が大勢いた。改めて言おう、受けた愛に理由などつけるな。当時のシャンクスは心の底から必死にルフィを救おうとしたのだ。そしてこの事故が偶然にも印のある腕を失う結果となり、彼に天竜人の運命との決別を決意させ、6年後にヨンスベロギの頂点に立つ契機となった。シャンクスのこの経験と深く絡み合うのが、同様に伝説的な巨人族王不死ハラルドとロキである。ハラルドとその関連事件は巨人族編の中核ストーリーラインであり、時期は14年前に特定される。注目すは赤髪シャンクスがゴムゴムの実を奪い風車村に来たのが12年前だ。では巨人族に伝わる伝説の悪魔の実はゴムゴムの実なのか？タイムライン的には可能性はあるが、確たる証拠が不足しているため本校では深入りしない。断言できるのはロキも悪魔の実吉力者だということだ。